ノマドスカルプトで作る花の作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。バラの作り方をご紹介します。太陽のマークをタッチ、マットキャップを選ぶとモデリングがしやすい見た目になります。視点を絵視点にします。チューブをタッチ、曲線、閉じていますをタッチして海上、渦巻きを描きます。形を整えます。プロファイルをタッチ、少し視点を変えてチューブの断面を編集します。閉じていますをタッチして海上、断面を平面にします。オレンジの丸で太さを調節します。プロファイルを編集、ツイストで角度を調節します。上から見て渦巻きを調節します。形ができたらプロファイルから閉じていますをタッチ、視点を正面にします。花びらを作ります。チューブをまっすぐ描き、プロファイルから断面を平面にします。ツイストで角度を調節、編集点と半径を編集して花びらの形にします。側面の視点にして角度を編集します。プロファイルを編集します。マテリアルのメニューからカリング斑点で表面の裏表を変えられます。花びらを複製します。花びらのパーツに名前を付けます。何も選択してない状態でシーンから放射状を追加します。シーンから放射状と花びらをグループにします。シーンから放射状をタッチして複製する数を調節します。花びらをもう一つ複製し、外側の花びらを作ります。ギズモで少し外側に移動させます。形と角度を調節します。同様に外側に花びらを複製し、形を整えます。色をつけてバラの完成です。
ぱを作ります。チューブを追加。グリッドを有効にスナップをタッチして解除。視点を必ず正面にしてグリッドに這わせるように直線を作ります。編集点をいくつか追加します。一番下から2番目の点だけタッチして黒色にします。葉っぱの形になるように形を整えます。プロファイルで断面を編集、閉じていますをタッチして解除。ワイヤーフレームを有効にします。X の序算を8にします。側面の視点にして湾曲させます。形ができたら検証をタッチ。ドラッグで葉っぱのトゲを作ります。カリング反転させ色をつけて完成です。スズランを作ります。チューブを追加、グリッドを有効にします。正面の視点にしておきます。曲線もしくはパスをタッチして追加します。直線を描き編集点をいくつか追加します。緑の丸をタッチしてチューブを作ります。一番下から2番目の編集点だけタッチして黒色にします。半径をタッチしてスズランの形を作ります。キャップをタッチして下だけ空洞になるようにします。検証をタッチ。ドラッグをタッチ。ミラーをタッチして有効にします。ワイヤーフレームを有効にします。正面の視点にして花の先を少しずつ上に上げます。花ができたらギズモで少し斜めにします。茎を作ります。チューブを追加、曲線で茎を作ります。形を整えたら色をつけます。シーンから花と茎をグループにします。シーンから花と茎を複製します。いくつか複製したら大きい茎を作ります。チューブ。曲線で作ります。形を整えます。葉っぱを作ります。グリッドを有効にします。チューブを追加。空をタッチすると作業がしやすいです。バラの葉っぱと同じ手順で葉っぱを作ります。
プロファイルで断面をこのような形にします。ギズモで位置を整えます。少し湾曲させます。ヒヤシンスを作ります。葉っぱと同じ作り方で1枚花びらを作ります。グリッドを有効にし、チューブで作ります。花びらを作り終えたら、シーンを開き、何も選択していない状態で放射状を追加します。ラジアル Y を6にします。ギズモで放射状を変形します。花びらの根元に放射状を移動させます。ギズモで角度を変えます。スナップ90度にして直角に角度を変えます。花びらと放射状をグループにします。花ができました。これを複製します。シーンから何も選択してない状態で放射状を追加します。ギズモで位置を調節し、放射状と花をグループにします。数と角度を調節します。この時スナップをタッチして解除します。クローンを使って複製します。花の角度を調節し、ヒヤシンスの形にします。花びらの形を微調整します。
ッパを作成します。スズランの葉っぱと同様の作り方をします。放射状で葉っぱを複製します。